人でも妖怪でもない存在、時空を超えるありえない存在があなたを倒すっていう思考の玉が麒麟丸に与えた予言があるんですが、この予言の正体は誰なのかっていう考察を半米社姫1の章が終わったぐらいにやったんだけど、あれからだいぶね、時が経ちまして、2の章が始まって、いろいろとね、情報が出てきましたので、改めてですね、今回はこの人でも妖怪でもない時空を超える存在が何なのか、そして思考の玉のもう一つの予言について考えていこうかなと思います。で、とりあえずね、麒麟丸を倒す予言から考えていきたいんですけど、前の考察の時と同じように、人でも妖怪でもないっていうのを条件1、時空を超える存在っていうのを条件2としまして、この2つの存在が当てはまる存在を考察していきたいんだけど、僕が前の動画でね、候補として挙げたのが、まず、イニアシャとか、とは、刹那みたいな汎用、そして時代樹の精霊とか、イニアシャ、前作イニアシャの方に登場していた神、精霊などの親族。で、3つ目はね、ちょっと分類がわからないカテゴリーってことで、妖霊星とかをね、挙げていたんですけど、詳しいそこら辺の、前回挙げたやつはね、前の動画を見てみてください。で、今回そこに新たに追加していきたいのが、まず、半身ですね。これが人間と神の子供となっておりますので、汎用が仮に思考の玉の予言に当てはまるんだとしたら、同じく可能性があるんではないのかなと思われます。そして現状この半身に該当するのが、五郎というキャラクターなんですけど、五郎が初めて登場した33話をね、見てもらった人わかると思うんですけど、別にこれ五郎がいなくても、繋げようと思えば、繋げれるストーリーだったかなと思うんですよね。けど、あえてこの半身五郎っていう新たなカテゴリーを登場させたっていうのは、今後この半身っていうのも重要になってくるから。で、その重要になるっていうのがもしかしたら思考の玉の予言なのではないのかもねっていうのは少し深読みすぎかもしれませんが、考えることはできるかも。で、次にアクルですかね。こいつも親族カテゴリーになってくるんだけど、どうやら精霊みたいなんですよね。なのでまず条件1の方はクリアしてると思います。そして条件2なんですけど、アクルの持つ風車で時の風車ってのを動かすことができるみたいなんですが、この時の風車を使うと時空の彼方へ行けるみたいなんですよ。でもこの時空の彼方っていうのが何なんだっていうのはよく、現状ね、分かっていないんですが、この時空っていうね、言葉のつながりがありますので、条件2の方も、達成できる可能性っていうのは高いんではないでしょうか。続いて、これコメントにね、前あったやつなんですけど、このカテゴリー外、種族謎カテゴリーとして、ちょっとまとめて紹介したいのが、ゼロ、リク、リオンですね。で、この3人の条件1に関してなんですが、まずゼロっていうのがもともと妖怪なんだけど、思考の玉に願ったことで、妖怪であることを捨てているんですよね。でもそうなると、じゃあ何なんだ種族っていう話だけど、別にその妖怪が妖怪であることを捨てたら、人間っていうわけでもないので、条件1はね、当てはまっていくのかもしれないなっていうとこね。で、次にリクなんですけど、これはもともと麒麟丸の角となっていますので、妖怪の一部にはなっているんだよね。だからこれが妖怪に該当するんじゃないかっていう話なんだけど、陸自身がですね、ちょこちょこ自分のことを何者でもない傀儡、人形とか言っていますので、これもその広い意味では条件1にかすっているんじゃないかなっていう話。で、あと、奈落も同じように切り離した分身がいまして、それは妖怪扱いだったりしたんだよね。けど、その奈落自体がその妖怪の集合体だったりするので、またその麒麟丸とは分身の意味合いがね、異なってくるのかなとも言えると思います。で、リオンさんはですね、麒麟丸の娘ってなっていますので、妖怪の血自体は入ってると思うんですが、母親がわかんないんだよね。これが普通に母親妖怪だったら、純粋にね、妖怪になってくるんだけど、人間だったら汎用だし、神様だったら半身汎用とかにも、なってくるのかな。で、あと、その種族的以外にもですね、今、リオンさんっていうのは死んでおります。で、肉体がないんですよ。だから、その自分のね、骨と墓土で作った偽物の器に入って行動をしているので、これもですね、ある意味、条件1に当てはまってくるんではというとこね。で、次に条件2についてなんですけど、これはですね、もう3人ともよくわかんない。超えれるかもしれないし、できないかもしれない。おそらくそのできないよりな気がするっちゃする。そこまでね、この、3人の、まだその実力がね、本当の実力っていうところが、まだわかんないなっていう話なんだけど、でもそのリクさんに関しては、その空の方は超えてそうなね、空間は支配しているような、気がするなと言ったところではないでしょうか。はい。そんなところがとりあえず、その思考の玉の予言で新たに当てはまりそうなキャラの話だったんですが、次に話したいのが、思考の玉の予言が、もう一つあったんではないかというところね。というのも、汎用の夜叉姫第34話回想シーンで、ゼロが思考の玉で犬の大将の死を予言していたと言っているんですよ。けど、ここで別にね、その予言していたと言っていただけで、具体的にどういう予言だったのかっていうことはわかんないんで、正直そこまで、内容があるわけではないんですが、この犬の大将のどうたらっていうセリフから、麒麟丸に対しての死の予言と、犬の大将に対する死の予言、二つのね、予言を思考の玉がしていたという風にね、見えるかな。それとも、もしかしたらですね、このずっとね、やっていた、その思考の玉の予言っていうのが、麒麟丸に対しての予言かと思っていたんですけど、そうではなく、獣王に対しての予言だったっていう可能性ね。
この最初のところがキリン丸がではなく、15が人でも妖怪でもない存在、時空を超えるありえない存在に倒されるっていう話だったら、一つの予言で、二つね、読み取れていく、両方ね、読み取れて取っていけるっていうのがあるんではないか。でもこうなってくるとちょっと矛盾するのが、色の大将っていうのは、竜骨星っていうね、大妖怪から受けた傷と、刹那の竹丸っていう、人間によってね、倒されているんですよ。だからこの条件1にも全く合ってないし、おそらく条件にもめちゃめちゃ怪しいよねっていうとこ。だからどうなんだろうねっていう話なんだけど、ここからまたその考察にね、すごいなっちゃうんだけど、汎用の夜叉姫って犬夜叉から設定がちょこちょこね、変更されているところがあったりするんですよ。で、犬の大将のシーンも犬夜叉劇場版での設定だったりしますので、もしかしたらこの汎用の夜叉姫内では犬の大将の亡くなった原因も変えられている。で、その変更されたのが、この思考の玉の予言通りになっているのかもねっていうのが、またいつもの妄想の話なんですけど、考えてみました。というのが、とりあえず思考の玉の予言関連の話なんですが、軽く最後まとめていきますと、新たに予言に該当するキャラとして、阪神、ゼロ、リク、リオンと、あとアクルがね、当てはまるんじゃないかなっていうのと、思考の玉の予言っていうのが、キリン丸に対してっていうのと、色の大将に対しての予言、二つあるのかもしれないし、ないのかもしれないなっていう話を、今回はさせていただきました。でね、皆様の中でも、こいつもその予言に当てはまるんじゃないのかとかね、他にも気になった、部分ありましたら、ぜひぜひコメント書いてもらったら嬉しく思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。